皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。皆さん先週の動画は見てくれましたか？今週の動画も転職について話したいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私が今いるこちらの会社については先週の動画で説明しました。ぜひ先週の動画も見てください。今日はですね、皆さんが多分一番気になっている面接について具体的に話したいと思います。面接といっても転職の時に聞かれる面接の話です。それでは、鈴木さんにいろいろと質問をしていきたいと思います。一つ目です。志望動機を書くのに悩んでいる人が多いと思いますが、いろいろな転職のサポートをしている中で、会社が求めている人物像の共通点は何ですか？はい。当然その求人によって求めているハードスキルは異なってはくるんですけども、ソフトスキルの部分で言うと、どこの会社も求めている人物像は、例えば主体的に積極的に自ら動いていけるところであったり、指示待ちにならない。自分から積極的に行動していくっていう部分。あとは自分の仕事の範囲以外のことにも積極的にチャレンジをしていく。そういったそのスタイルを持っている方っていうのはいろんな企業から好かれるかなとは思います。つまり行動力が結構大事なんですかね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。では次の質問です。転職の面接ではどんな質問をよくされますか？はい。これは多分どこの面接も似てる場合が多いかなとは思うんですけれども、基本的にはこれまでの経験、実績を最初に聞かれて、で、そこから派生してもうこれまでに苦労をした経験であったり、じゃあその苦労した経験をどのように乗り越えたかっていうところを聞く企業様は非常に多いかなとは思います。確かに、その何か問題があった時にどうやって解決したか、どうやって乗り越えたかというのが結構重要になりそうですね。そうですね。はい。では次の質問です。自己紹介で何を話せばいいですか？はい。転職活動の面接の自己紹介で大事なことは、応募しているポジションにリンクしている経験についてハイライトして話すっていうのはすごく大事かなと思います。例えば、これまでたくさんいろんな経験してきてるとは皆さん思うんですけども、今までの経験を全部話してしまうと多分すごい長さになってしまうかなとは思うので、だいたい1、2分から2、3分ぐらいで応募しているポジションにリンクしている経験について簡潔に話すのが大事かなと思います。なるほど。これ結構質問があったんですけれども、やっぱり面接に自信がないっていう方が多いんですよね。どうすればいいですかね。練習かなと思います。で、練習していくと自信がついてくるのもありますし、ただ最近その生成 AI 皆さん多分使ってるかなと思うんですけど、生成 AI に何て話せばいいですかって書いて出てきた回答をそのまま読んでいる人とかも最近は多くて、当然それは NG になります。なのでちゃんと自分の言葉で自分の気持ちを乗せて話す練習をするといいですかね。そうですよね。もし鈴木さんの会社で転職をサポートしてもらう場合は、面接の練習とかはしていただけるんですか？そうですね。実際に推薦をさせていただいて、で、書類選考を通過して面接になった場合っていうのは、面接対策はいたします。ありがとうございます。安心ですね。はい。では次の質問に行きたいと思います。短所はどのように言えばいいですか？これ結構難しいですよね。そうですね。素直に自分の短所を言うこともすごく大事だなとは思いますし、一方で短所と長所っていうのは表裏一体かなとは思うので、実際に短所を答えた後に、例えばその短所を生かした強みを話すであったり、その短所を補うためにご自身でやっていることっていうのを話すのがいいかなと
思います。確かに短所だけじゃなくて、それに対してどのように気をつけているのかとか、どのように対策しているのかっていうのまで一緒に話すのがポイントですよね。そうですね。例えば優柔不断、決断力がないっていう短所の方もいたりするかなと思うんですけど、逆にそういう優柔不断な人っていうのは人よりも慎重な判断をする人だとも思うし、いろんな人の立場になって物事を見ることができるから、より優柔不断になっていくのかなとは思うので、多分そういうちょっと強みに見方を変えてお話をされるといいんじゃないのかなとは思います。わかりました。アドバイスありがとうございます。次の質問です。面接の質問の答えに対して避けた方がいい言い方などがあれば教えてください。はい。一番面接で NG になりやすいことっていうのが、他責の表現をしている時に多いです。実際にその他責っていうのは自分以外のものの責任にして話すことなんですけれども、環境のせい、上司のせいだったり、その自分以外のものが原因で、例えば物事がうまく進まなかったですとか、そういう話し方をするのは避けた方がいいです。で、もう一つ、転職理由とかでも、例えばただただ年収を上げたいであったり、働き方リモートだけしたいんですよねだったり、そういうその自分本位での転職理由だと企業からしたらあまりポジティブな理由には移らないので、そういったのは避けた方がいいですかね。わかりました。はい。ありがとうございます。それでは次の質問です。面接で注意した方がいいことはありますか？はい。最近オンライン面接が非常に増えてるかなとは思うんですけど、やっぱりその服装はすごく大事かと思います。オンラインだからといって家でいる服装、T シャツだったりパーカーみたいな服装で面接をするとプロフェッショナルには映らないので、スーツを着る、ないしはこういう襟付きの服を着てオンラインでも面接をすることが大事かなとは思います。で、もう一つは話し方で、面接官の質問の意図を汲み取って、この面接官は今どういうことを聞きたいのかなっていうのをちゃんと考えながら答えることがすごく大事です。で、それに加えて、面接官の質問に対しては、まず結論から答えること。結論を答えて、その後に結論に対する理由を伝えて、次に理由に対する具体的なエピソードとかを伝えて、そういうふうな順番で話をしていくと非常に説得力のある伝え方になるかなとは思うので、はい、大事なポイントかなとは思います。ありがとうございます。確かにすごく大事ですよね。例えば日本語能力のレベルを聞かれたときに、最初に例えば JLPT の N2 ですとか N1 ですと答えるのがいいと思うんですけれども、最初からそのように言わずに、私は5年前から勉強を始めて2年前にみたいなその時系列を話し始めるのではなくて、最初に自分の日本語能力はこれぐらいですという結果を言ってからどういうふうに取っていたのかっていう過程を話すのがいいということですね。おっしゃる通り。はい。皆さんも気をつけてみてください。はい。鈴木さん、今までいろいろ聞いてきたのですが、最後にですね、鈴木さんが今いる会社で実際に募集している求人があれば、ぜひ教えてください。はい。今回はエンジニアのポジションの紹介をしたいんですけど、製造業向けのエンジニアのポジションを募集されています。で、求める日本語能力が N2 から N3 ぐらいで、もちろん N1 ビジネスレベルで話せればそれに越したことはないんですけども、N2、N3 でもチャレンジができるかなと思います。で、日本の有名な大きな会社なんですけれども、例えばその機械設計であったり、電気電子の設計、制御ソフトの設計であったり、あとはスマートファクトリーのエンジニアであったり、そういったその製造業におけるエンジニアリングの経験がある方は、非常にチャンスが多いポジションになっています。で、日本全国で働けるチャンスが
あるので、プロジェクトに応じて必要なところに派遣をされながらエンジニアリングをしていく仕事になっていきます。はい。で、大体年収も30代で500万から700万ぐらいの年収帯にはなっているので、結構エンジニアの人、全国で働きたいという人には、はい、面白い求人かなとは思います。鈴木さん紹介していただいてありがとうございます。もし皆さんこの職種に応募したいという人がいたら、この動画の概要欄に鈴木さんのメールアドレス、そして質問事項を書いておきます。なのでその質問事項をコピーして、それに対する答えをメールに書いて、鈴木さんにメールを送ってください。ただし、皆さんの経歴と鈴木さんの会社でサポートをしている企業とマッチした場合のみ、鈴木さんから返信が来ます。すべてのメールに返信できるわけではないので、ご理解をお願いいたします。はい。ということで、動画2回分にわたって転職、そして面接について話してきました。もし皆さん、こういう話がもっと聞きたいということであれば、ちょっとまた鈴木さんとお話をして動画を撮りたいなと思っています。もし他に転職について質問があれば、ぜひコメントに書いてください。それでは鈴木さん、お時間をいただきまして本当にありがとうございました。今日の動画はここまでにします。また来週の動画でお会いしましょう。バイバーイ。